皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアにとっては非常に不愉快な話題。ドイツがウクライナに対する軍事支援のレベルを引き上げるということを発表しました。どのようなものを支援するかといえば、これまでは比較的防衛志向の兵器しか送らなかったドイツが、ウクライナに対して戦車を送るというのです。第一報が入った時に私は、ついに戦車を送るのかとかなり驚いたのですが、その記事の内容を見てみると対空戦車でした。少し機体と違っていたものではあるものの、戦車であることに間違いはなく、また確実な戦力になります。今回の動画では前半においては軍事的にはどのようなものであるかを解説するとともに、後半ではじゃあこれが政治的にはどんな意味があるかについて解説していこうと思います。まずはゲパルト対空戦車について解説をしておきましょう。ウクライナに提供されるゲパルト対空戦車は少し細かく言えば自走対空機関砲です。2010年まで現役だったこの対空機関砲は時代の波に押される形で退役しました。時代は対空機関砲から対空ミサイルへと進化していったのです。この話を聞くと、じゃあゲパルト対空戦車というのはもう時代遅れのものに過ぎないんだなと思われる方もいるでしょう。実際のところ対空機関砲からミサイルへとの進化というのは通常の進化であり、対空機関砲の方が優れているとは言えません。しかし2010年に退役したこのゲパルト対空戦車は現在でもブラジル軍などではまだ現役として配備されていたりもします。ですから全く役に立たないような兵器ではありません。車体そのものについて言えば、レオパルド戦車のその車体を元にしていることからある程度の防御力もありますし、また対空戦車である以上レーダーで15キロ範囲の敵を見つけ、戦闘機、ヘリ、そしてドローンなどに対する攻撃力を持っています。特にここ最近非常に大きな働きを見せているドローンに対する攻撃としては、機関砲というのは割に合うものです。ミサイルというのはどうしても高額な兵器ですから、ドローンを見つけてその度にミサイルを撃っていたのでは非常に多額のお金がかかります。一方において機関砲というのは基本的には少し大きめの弾を撃ち出すというものですから、ミサイルよりはずっと低コストでドローンを撃ち落とすことができます。現在のところ戦場においてはウクライナ側の使用するドローンとロシア軍の使用するドローン両方が飛び交っている状態で、それぞれが敵の情勢を観測したりもしくは攻撃したりに使用しています。このようなドローンを積極的に落とすためには対空兵器といったものは欠かせません。しかし兵士が持っている地対空ミサイルではレーダーとの連携は取れませんから、対空戦車のように一つの兵器でレーダー機能とそして撃墜能力を持つというこの合わせ技ができる兵器というのはウクライナ軍にとっては重要な戦力となるのです。また対空戦車という名前がついているから空の敵に対してだけというわけではありません。昔々第二次世界大戦においては高射砲といって戦闘機を撃ち落とすための砲というものを水平に撃てば敵戦車も撃破できるではないかといった具合にして、このゲパルト対空戦車についていても全く同じように空だけではなく水平射撃をすることによって地上戦においても十分な機能を果たします。当然のように戦車を打ち破ることはできないわけですが、この点について言えば実装しているということが非常に大きな意味を持ちます。なぜならば世界各国から対戦車ミサイルといったものが歩兵用に提供されている関係で、荷物として積載して持っていけば別に対空戦車だからといって自前の武器だけで対抗する必要はないわけです。あそこに敵戦車がいるなとなったら、その時は武器を切り替えて対戦車ミサイルジャベリンを撃ち込んでしまえば敵戦車を排除することだってできるわけです。このように自走式の兵器というのは他の武器を持っていくということもできるわけですから、決してそれ単体での評価をするべきではありません。対空戦車なんだから敵戦車に対抗できない、こんなものは役立たずだと言わずに、どのような兵器についていてもその弱点を克服するための運用方法といったものはあるのです。ドイツ企業によれば現在のところ保管しているゲパルト対空戦車は50両程度あって、ドイツ政府がどこまでこれを許すかは分かりませんが、50両の対空戦車をウクライナに提供するとなればそれはかなりの戦力になると私は思います。ただし一つ問題点があります。先ほども述べたように対戦車戦においては対空戦車というのは圧倒的に力が足りませんから、対戦車ミサイルを積んでおくといったある程度の補強は必要でしょう。
それに加えてドイツ製の兵器ですから、ウクライナ軍の兵士がさあ持ってきましたよと言っていきなり使えるような兵器ではありません。この兵器を提供するにあたっては必ずウクライナ軍の兵士を訓練する期間というのがどうしても必要になります。これは別にこの兵器に限ったことではなく、NATO 軍の標準的な装備であったとしても、ウクライナ軍の兵士が使ったことがないものについては、やはりそれら全てについて訓練期間が必要です。対戦車ミサイルジャベリンのように、1日2日、最低でも訓練さえ積めば使えますよといったものではなく、やはりそれなりの時間をかけて訓練しなければ、この兵器を使いこなすことは難しいでしょう。そうした意味では、ウクライナ軍の兵士が国外に訓練のために出て行って、その間その穴を埋めることができないわけですから、彼らが訓練が終わって戦場に戻ってくるまでの間、耐えなければならないということが前線で発生することとなります。特に現在ではウクライナ東部戦線においてはロシア軍の攻撃が苛烈を極めているような状況ですから、兵士が大量に抜けるという事態において、残った人たちがどれだけ攻撃をしのげるかというのは一つ注目しなければならないポイントとなります。もちろん訓練が終わって前線に投入されるようなことがあれば、それは大きな戦力を得るわけですから、ロシア軍に対抗する力は圧倒的に高まります。このように軍事的な面においては、基本的には訓練機会さえ乗り越えれば戦力になるわけですが、じゃあ政治的な意味として今回の出来事は何を意味しているのでしょうか。まず第一に言えることは、ロシアにとっては非常に不愉快な動きだということです。軍事的な面だけではなく、政治上においてもドイツが軍事支援のレベルを上げたということは、これまでロシアが行ってきたドイツとの蜜月関係を築いてきた外交を完全に潰すような動きとなります。これまでドイツはメルケル政権下においてドイツとの経済関係を深めてきました。特にエネルギー依存というのは非常に深刻なもので、ロシアとの間に引かれた天然ガスのパイプライン、ノルドストリーム1、そしてノルドストリーム2が稼働するようになれば、ロシアの天然ガスの依存度は非常に高いシェアを占めることとなっていました。毎年毎年のように膨大な量の天然ガスを輸入することによって、そのお金はまさにロシアの国家経済を支えていたとすら言えるのです。ロシアとの外交関係を親密にしてきたのはメルケル首相だけではありません。実権はないもののドイツには大統領がおり、このドイツの大統領について言ってもやはり親ロシア的な姿勢というものをとっていたのです。メルケル首相は政界を引退して、ドイツの大統領は今も現役です。ですから、ウクライナのゼレンスキー大統領はドイツの大統領に対しては、あなたは非常に親ロシア的な政治家であり、ウクライナに対する支援というものをもっとしなければならないと、かなり強い口調で批判を行っていたりもします。そしてメルケル首相が政界引退した後の新しい政権において、ショルツ首相が就任しました。彼もまたメルケル政権の取ってきた親ロシアという立場は最初のうちは引き継いでいました。ロシア軍がウクライナ国境その周辺に大量に集結しているぞというニュースなどが盛んに流れるようになっても、本格的な侵攻などはありえないとして、ウクライナに対する支援としてはヘルメットを送っただけというような状態でした。しかし実際に本格的な侵攻が始まってしまうと、さすがにヘルメットだけでは国内外からの批判が殺到したこともあり、対戦車ミサイルなどどちらかというと防衛的な兵器についての提供を申し出るように少しはまともになりました。しかしここにおいても他の国々ではもっともっと武器支援を加速していかなければならないという声が上がっている中において、装甲車や戦車の提供などはやってはいけないという話をしていました。ロシアを刺激するようなことはしてはいけないという話をしつつも、実際のところドイツ国内においては非常に長いメルケル政権下において親ロシア派の政治家たちもたくさんいるような状況だったからです。ロシア軍によるウクライナ侵攻によってその占領地域で一体何が起こっているのか、実態が様々明らかになっていきます。その中でロシア軍による残虐行為といったものが連日のように報道されるようになると、国内の声としてまずドイツ政府はなぜウクライナに対する支援をもっとしないのかといった批判の声が上がるようになりました。この国民の声といったものは議員へと反映されることによって、政権内部においてもなぜここまで腰が引けているのかという声が上がるようになってきました。国内だけではありません。国外においてもドイツよりもはるかに
経済規模も小さいし、軍隊も小さいような国、例えばオランダなどが現役の自走砲をどんどんとウクライナに提供しますよといった具合にして、主力の装備を渡すようなことも出てきました。また EU や NATO 内において、その影響力を競うような相手であるフランスなども、同じように軍事支援をさらにレベルを上げてくるといったこともあって、なぜ経済規模が大きいドイツがその経済規模に回った軍事支援を行わないかといった具合にして、外からも国内からも批判が集まり、ついには軍事支援のレベルを引き上げることへとつながったのです。今回提供が決まったのは対空戦車だったわけですが、ドイツ国内の軍事産業からは、現在は退役した戦車レオパルド1を整備して送れますようであったり、同じく保管状態にある装甲車などについていても、時間はかかりますが、ウクライナに提供できるものはたくさんありますよといったメーカーからの提案といったものも様々ありますから、ドイツの軍事支援といったものはまだまだ加速する余地があります。ただしドイツとしては直接的にウクライナに対する支援をどんどんと加速させるというのはまだまだ踏み切れていない部分が少し残っているようで、東ヨーロッパの国々がウクライナに対する重兵器、戦車であったり装甲車などを提供する分においては、その空いた穴をドイツ製の戦車や装甲車で埋めますよという話などもしています。これは直接的にウクライナに対する支援をするのではなく、東ヨーロッパの国々をドイツの軍事産業のいわば顧客として取り込もうという、そのような魂胆が見えると思います。単純にウクライナに対する直接支援ではなく、そのようにして商売につなげる動きというのがドイツの証拠たくましい部分でもあります。何にしてもこれまでドイツはウクライナに対する軍事支援は腰が引けていた状態でしたが、今回一歩踏み出したことにより、ドイツが軍事支援に踏み切ったんだからという形で他の国からの軍事支援がさらに一歩進むかもしれません。そして実際に提供される対空戦車は使い方さえ間違えなければ確実に戦力になるものであり、敵対するロシアとしては非常に不愉快な思いをすることになるでしょう。というわけで今回はドイツ軍がウクライナに対空戦車を提供するよという話を軍事的な面と政治的な面から解説を行っていきました。ウクライナにおける戦争はまだまだ続きそうですから、兵器供与の流れというものが他の国へとどんどんと広がることを私は期待しています。皆さん今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。